お世話になっております。マサルです。試験勉強を頑張る皆さん、勉強の調子はいかがですか？情報処理安全確保支援士の勉強は午後対策が一番大変ですよね。今回も皆さんのお役に立てるように過去問の解説動画を作ってみました。ぜひご活用ください。なお、今回の動画もサモン先生が執筆しているこちらの書籍を参考にさせていただいております。概要欄にリンクを貼っています。サモン先生の本はとっても詳しく説明してくれているので、皆さんも手に取ってみてください。また、完全に私の宣伝で恐縮ですが、私もゼロからスタート教育系 YouTuber マサルの情報処理安全確保支援士1冊目の教科書という書籍を出しています。セキュリティをこれから勉強したい方向けの内容になっています。もしよろしければこちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、手に取っていただければ幸いです。それでは今回は令和5年秋問い4をテーマに一緒に勉強していきたいと思います。この問題はリスクアセスメントがテーマです。ちょっと長い動画になると思いますが、ご自身のペースでゆっくりご視聴ください。では始めていきます。今回の問題も導入部分からスタートします。導入部分では事例の背景が説明されていることがほとんどです。今回の事例の背景がどのようなものなのか、導入部分から読み取っていきましょう。今回は G 百貨店のリスクアセスメントに関する事例です。 G 百貨店では贈答品として菓子類 F を取り扱っています。なお、菓子類 F の特定地域への配送と在庫管理は W 社に委託しています。少し整理すると G 百貨店は W 社に菓子類 F の特定地域への配送と在庫管理をお願いしている、このような関係を頭に描ければ OK です。では次のパートを見ていきましょう。次のパートは W 社配送業務に関するパートです。このパートでは W 社がどのように配送業務をしているのか説明されています。どのように配送業務をしているのか、流れで把握していきましょう。まず W 社には配送管理用の PC があります。配送管理用 PC は S サービスにアクセスして受注情報を確認します。S サービスでは菓子類 F の受注情報を Z 情報として管理しています。G 百貨店は菓子類 F の受注を受けたら S サービスの Z 情報に登録して、 W 社の担当者は配送管理用 PC から S サービスにアクセスして Z 情報を参照することで受注情報を確認することができるという流れです。ここまでよろしいでしょうか。では続きを見ていきましょう。菓子類 F の配送を受注した場合、 W 社の担当者は在庫管理サーバーにアクセスします。この在庫管理サーバーは W 社の事務所内にあります。在庫管理サーバーにアクセスしたら倉庫内の在庫品の引き当てを行います。そして W 社の担当者は配送管理をする SARS にアクセスして配送指示を入力します。その後、配送員は配送用のスマートフォンで配送管理 SARS にアクセスして配送指示を参照し配送を行います。これが W 社の配送業務の大きな流れです。いろんな情報が出てきますが、登場人物と構成要素がそれぞれどんなきっかけで動いているのかをイメージすると分かりやすくなると思います。 G 百貨店が菓子類 F を受注する、 S サービスの Z 情報に登録する、 W 社が配送管理用 PC で S サービスの Z 情報を参照する、在庫管理サーバーにアクセスして在庫を引き当てる、配送管理 SARS に配送情報を入力する、配送員が配送用スマートフォンで配送管理用 SARS にアクセスして配送指示を見る、この流れイメージできるようにしておいてくださいね。さらにこのパートでは W 社の業務内容の詳細が説明されています。 W 社には配送管理用 PC が1台ありますが、配送管理業務を行う配送管理者は複数います。 G 百貨店は S サービスの Z 情報を参照するためにアカウントを1つ貸与しています。なお、この貸与されたアカウントは S サービスの Z 情報だけにアクセスできるようになっています。なので S サービスで X 情報のような他の情報があったとしても、この貸与アカウントではアクセスすることができません。最小権限の原則と言われるように、人やシステムに対して業務をするために最低限の権限を与えるのが原則なので、Z 情報だけにアクセスできるアカウントは好ましい状況と言えますね。
しかし好ましくない点もありますよね。きっと皆さんなら気がついていると思います。W 社の配送管理者は一つの対応アカウントを共用して利用していることになっています。アカウントを共用することはセキュリティの観点から望ましくありませんよね。今回はリスクアセスメントがテーマなので、問題文を読みながらリスクを特定していきつつ状況を整理していけると良いですよね。では問題文を読み進めていきましょう。問題文ではイレギュラー対応について説明が続きます。もし配送先の情報に不備がある場合、配送員は配送管理課に電話で問い合わせを行います。さらに配送に関する特別な連絡事項がある場合、G 百貨店は W 社にメールを送ります。ここで少し話が脱線しますが、皆さんはこの状況からどのようなリスクを特定することができますか？もし思いつかない人は攻撃者目線で考えてみてください。攻撃者は Z 情報にある個人情報を奪うことが目的だとすると、どのように攻撃すれば個人情報を盗めると思いますか？ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。ではリスクを考えていきましょう。まず私がリスクとして考えたのが電話による問い合わせです。配送員になりすまして配送管理者を騙して配送先の情報を盗むことがリスクとして考えられます。それ以外にも G 百貨店になりすましてマルウェアを添付したメールを送ることで配送管理用 PC から情報を盗むことも考えられます。このように現在の状況からでもいろんなリスクが考えられます。ちなみに今お話しした G 百貨店になりすましてマルウェアを添付したメールを送るというリスクは後ほど問題にも関わってくるので、頭の片隅で覚えておいてください。ではここで W 社の配送業務に関わるパートが終了です。次のパートに進みましょう。次のパートではリスクアセスメントが開始されます。リスクとは情報システムやデータが脅威によって損害や悪影響を受ける可能性のことを言います。そしてアセスメントとは人や物事を数値的、客観的に評価することを言います。ではこのパートを読み進めていきましょう。 G 百貨店はランサムウェアの二重脅迫が社会問題になっていることを知り、リスクアセスメントを実施することにします。ここでも話が脱線しますが、皆さんランサムウェアの二重脅迫とは何のことか分かりますか？ランサムウェアの二重脅迫とはその言葉の通り、ランサムウェアによって2つの脅迫をすることです。1つ目の脅迫は身代金の要求による脅迫です。ランサムウェアで暗号化したデータを復旧するために身代金を払えという脅迫です。2つ目の脅迫は機密情報の公開という脅迫です。攻撃者は暗号化をする前にデータを盗んでおき、身代金を支払わなければデータを公開するぞなどと脅迫します。従来のランサムウェアは身代金を要求する脅迫がメインでしたが、機密情報の公開など新たな脅迫を取り入れた攻撃手法が現在流行しています。この二重脅迫がランサムウェア対策を難しいものにしています。従来のランサムウェアの場合、データを暗号化された時にはデータを復元できるようにデータを適切にバックアップしておきましょうという対策で対応することができていましたが、データを公開するという脅迫に対してはデータのバックアップでは対応することができません。なお現在は二重脅迫ではなくランサムウェアによる四重脅迫という言葉も耳にします。四重脅迫の内容も覚えておきましょう。第1、第2の脅迫は今説明した通りです。第1の脅迫が暗号化することでデータの復元を引き換えに身代金を要求する脅迫。第2の脅迫が機密情報を盗んで一般に公開するという脅迫です。さらに第3の脅迫ではランサムウェアに感染したことを被害者の利害関係者に連絡するという脅迫。最後の第4の脅迫は金銭を支払わなければ DDoS 攻撃のような別の攻撃を仕掛けるという脅迫です。このようにランサムウェアによる攻撃は暗号化による身代金の要求だけではなく、様々な脅迫によって金銭を要求してくるようになっています。ランサムウェアは2024年現在も社会的影響の大きい問題なので、四重脅迫の内容など
ランサムウェアについては特にしっかり内容を理解するようにしておきましょう。それでは問題文に戻ります。 G 百貨店はランサムウェアが社会的問題になっていることからリスクアセスメントをセキュリティコンサル会社の E 社に依頼します。 G 百貨店は全ての情報資産をリスクアセスメントの対象にしたので W 社にも調査に協力するよう要請して W 社は承諾しました。 W 社としては E 社の調査結果によって自社の業務のさまざまなリスクが指摘される可能性があるので少しドキドキする状況ですね。セキュリティコンサル会社の E 社では情報処理安全確保支援士の T さんが調査を担当することになります。これ以降 T さんよく出てきますが T さんは W 社のリスクアセスメントを行う担当者です。覚えておいてください。 T さんは Z 情報の機密性に限定してリスクアセスメントを開始します。今回の事例ではリスク特定、リスク分析、リスク評価の流れでリスクアセスメントを行います。まず T さんはリスクを特定するために S サービスの仕様、G 百貨店の設定状況、W 社のネットワーク構成、W 社のセキュリティ情報を調査して表にまとめます。 T さんはこの表の情報をもとにリスクアセスメントを行い、リスクアセスメントの結果を表にします。リスクアセスメントの結果の表にはいくつかの空欄があり、それが設問になっています。ではこの空欄に入るものを考えていきましょう。まずは空欄あから考えていきます。空欄あはリスク番号 1-1 に関する情報セキュリティ状況を番号で選ぶというものです。まず 1-1 の情報を整理していきましょう。このリスクのリスク源は W 社の従業員、そして分類は故意による ID とパスワードの持ち出しです。リスク源による行為として S サービスの ID とパスワードをメモ帳などに書き写して持ち出すというものです。Z 情報の機密性への影響に至る経緯として持ち出した ID とパスワードを使って W 社外の PC から S サービスにログインして情報を盗むという経緯です。確かに悪意を持った W 社の従業員が S サービスの ID とパスワードを持ち出して社外から S サービスにアクセスすることで Z 情報の中身を盗むことができてしまいますよね。本来 S サービスの情報は外部から参照することができてはいけないので機密性が損なわれていることになります。ではこのリスクに対して関連する情報セキュリティの情報を表2から選択していきます。なおこれから選択する情報セキュリティの状況は問題文にあるように関連する項目を全て選びます。つまりこのリスクに対して悪い状況も良い状況も両方選択するようにします。では 1-1 のリスクに対してどのような情報セキュリティの状況が関連するのか表2を見ながら選んでいきましょう。まずは項番1です。項番1は ID とパスワードに関する内容なので選択対象になりそうですが、こちらよく見てください。 PC およびサーバーにログインするときの ID とパスワードの対応状況です。1-1のリスクは S サービスにログインするための ID とパスワードのリスクなので項番1の情報セキュリティの状況は該当しません。ここは引っかかりやすいところなので注意してください。設問に答えるときには問題文をよく読んで主語をしっかり意識すると良さそうですよね。1-1のリスクは S サービスの ID とパスワードです。よって項番1は該当しません。次は項番10を見ていきましょう。こちらも ID とパスワードに関する記述があります。全従業員に対して ID とパスワードを含む機密情報の取り扱い方法に関する情報セキュリティ研修を行っています。これは S サービスの ID とパスワードを含む機密情報の取り扱いだと判断することができるので良い状況として今回のリスクに関連します。よって項番10は選択対象です。次に関連しそうなのは項番12と13です。この2つはカテゴリーが S サービスにログインするための対応アカウントのパスワード管理です。今回のリスクに最も関連するセキュリティ状況だと言えます。詳しく見ていくと項番12では配送管理庁が毎月パスワードを変更して ID と変更後のパスワードをメールで配送管理会員全員に周知しているようです。これは悪い状況ですよね。
参考までに総務省が公開している国民のためのサイバーセキュリティサイトというページを見てみてください。この中でパスワードの定期的な変更は不要だと説明されています。少し読み上げてみましょう。実際にパスワードが破られ、アカウントが乗っ取られる等のサービス側から流出した事実がない場合、パスワードを変更する必要はありません。むしろ定期的な変更をすることで、パスワードの作り方がパターン化し、簡単なものになることや、使い回しをするようになることの方が問題となります。もしかしたら皆さんの現場でも定期的なパスワード変更をしているかもしれませんが、国としては定期的なパスワード変更は不要だと言っていることは、支援士を目指す我々としては知っておきたいことですね。さらに今回の事例では、パスワードの取り扱いに関して気になる部分がもう一つあります。それは変更後のパスワードをメールで周知しているという点です。これはかなり危ない運用ですよね。総務省のページでもパスワードをメールでやり取りしないことと記載しています。よって交番12は悪い状況として今回のリスクに関連します。次は交番13です。パスワードを暗記することができないような難しいパスワードにしているのは良いことですが、その結果パスワードを書いた付箋が机上に貼ってあったというのは本末転倒ですよね。先ほど見ていただいた総務省が公開しているページにも、パスワードのメモをディスプレイなど他人の目に触れる場所に貼ったりしないこと、そしてやむを得ずパスワードをメモなどで記載した場合は、鍵のかかる机や金庫など安全な方法で保管することと記載しています。よって交番13も今回のリスクに関連する情報セキュリティ状況に該当します。ここまでで1の1のリスクに対する情報セキュリティ情報を選択できたと思いたいところですが、模範解答を見ると交番11も含まれます。交番11、どのように関連するのか確認してみましょう。交番11は従業員の倫理意識が十分に高く、不正行為の動機づけは十分に低いという情報セキュリティの状況です。これがどうして1の1のリスクに関わってくるのかというと、これはリスク源である W 社従業員に関連する状況として関連しています。皆さんは不正のトライアングルについて勉強しましたか？不正のトライアングルとは、個人が不正行為に手を染める際の心理的要因を機会、動機、正当化の3つの観点からモデル化したものです。交番11の不正行為の動機付けが十分に低いということは、不正のトライアングルの正当化を阻止することができていることになります。ちなみに正当化とは、会社が自分を正当に扱ってくれないから仕方ないなど、自分の行為を正当化することで罪悪感を軽減しようとする考え方のことです。ということで交番11もセキュリティの状況に関わるものとして挙げられます。よって1の1のリスクに対する情報セキュリティの状況は10、11、12、13です。特に意識してほしい部分だけ振り返ると、交番1は引っ掛けなので注意してください。また交番11は見落としやすいと思います。今回のリスクは W 社従業員が故意に ID とパスワードを持ち出す場合のリスクなので、従業員の倫理意識に関する状況も選択対象になります。では次、空欄 E を考えていきましょう。空欄 E は被害の大きさです。被害の大きさは大、中、小3段階で記入します。今回のリスクの場合、従業員が故意に ID とパスワードを持ち出して社外からアクセスしてログインできる状態なので、被害の大きさは大です。ほぼ全ての Z 情報について機密性が確保できていない、こちらが正解です。なお 1-2 にヒントがあります。1-2では W 社の従業員が故意に S サービスの ID とパスワードを第三者に知らせるというものです。このリスクの被害の大きさは大になっています。1-1と1-2は不正にログインする人が悪意を持った従業員なのか第三者なのかで違いますが、両方とも S サービスに不正にログインすることができるので、1-1の被害の大きさは1-2の被害の大きさと同じになるはずです。よって1-1の被害の大きさは大になると判断することができます。このように設問に関わらない部分にヒントがよくあるので、問題文で似た部分があればそこは注意して見ておきたいですね。次は空欄うです。空欄うは総合評価です。
被害の大きさと発生頻度から総合評価を行います。被害の大きさが大、発生頻度が低なので、リスクレベルは C が適切です。よって空欄うは C が正解です。ここまでで空欄あ、い、うを答えることができました。最後に空欄えを考えていきましょう。空欄えは追加すべき管理策の検討結果というものです。リスクごとにどのような管理策を追加することでリスクを低減することができるかを考えていきます。すでにいくつかの管理策が書かれているので、どんな管理策が出ているのか見ていきましょう。まずは多要素認証の導入、次は S サービスのログ監視です。この2つ以外で1の1のリスクを低減させる方法を考える必要があります。皆さんはどんな方法が思いつきますか？模範解答を見てみましょう。模範解答は G 百貨店で S サービスへログイン可能な IP アドレスを W 社プロキシだけに設定するというものです。これは表1の S サービスの仕様と G 百貨店の設定状況にヒントがありました。S サービスではログインを許可するアクセス元 IP アドレスのリストを設定できるのに、すべての IP アドレスからのログインを許可しています。アクセス元の IP アドレスを W 社のプロキシの IP アドレスだけにすれば、W 社外から ID とパスワードを使ってログインしようとしても、アクセス元の IP アドレスが W 社のプロキシの IP アドレスではないので、ログインすることができなくなります。ここまででリスク1の1に関する問題が終了です。他にもリスクアセスメントの結果には空欄があるので一緒に考えていきましょう。次はリスク番号2の4をやっていきたいと思います。この2の4に関する問題は新しい出題形式でとてもびっくりした人が多いと思います。どんな設問かというと、空欄「あ」に入れる適切な軸を本文に示した状況設定に沿う範囲であなたの知見に基づき答えよという問題です。これまでの支援士の設問には必ず決まった答えがあったのですが、この問題はあなたの知見に基づき答えよという設問なので、決まった答えがありません。受験者はそれぞれの知見に基づいて、この事例の場合こういうリスクがあって、そのリスクはどのような経緯で Z 情報の機密性に影響を与えるのか、さらに情報セキュリティの状況、被害の大きさ、発生頻度、総合評価までを行う必要があります。つまり担当の T さんになりきってリスクアセスメントをしてみてくださいという問題です。この設問について考えていただく前に、公表でどんなことが書かれていたか見てみてください。リスクアセスメントの中でもリスク特定は担当者の知見が重要なプロセスである。本文内の状況説明と受験者自らの知見等を組み合わせてリスクを洗い出す能力を設問2では問うた。多くの受験者が適切な回答を記述していたが、特定したリスクが具体性に欠けており、リスク分析の段階で被害の大きさや発生頻度の評価ができていない回答が散見された。また W 社外の第三者や W 社へのサイバー攻撃といったリスクの前提に合っていない回答も一部見られたとあります。これから回答するリスク2の4は、リスク源が W 社外の第三者、行為また事象の分類が W 社へのサイバー攻撃となっています。これらの前提条件を踏まえてリスクアセスメントをしていく必要があるので注意してください。なので W 社員の社員がリスク源になったり、電話を使って ID やパスワードを聞き出すようなソーシャルエンジニアリングをリスクとして特定してしまうと、前提に当てはまらないリスクになってしまいます。これからリスクを特定していきますが、前提条件と具体性を意識して回答するようにしていきましょう。それではリスク源が W 社外の第三者で、行為が W 社へのサイバー攻撃の場合、どんなリスクがあるのか考えていきます。リスクを特定するために W 社の情報セキュリティの状況の表を再度確認していきましょう。この表の状況からサイバー攻撃につながるようなリスクを特定するために悪い状況がないのか探していきます。この中で悪い状況としては、交番2のパターンマッチング型のマルウェア対策ソフトだけを導入しているという点が悪い状況だと判断することができます。パターンマッチング型のマルウェア対策ソフトのメリットは、定義ファイルを使って基地のマルウェアを高い精度で検知できることと、誤検知が少ないことですが、
未知の脅威を検出することが困難であるというデメリットもあります。最近の攻撃は多様化しているので、パターンマッチングだけでは防げない攻撃も多くなっています。正常な動作と比較して異常を検知することで未知の脅威を検知するアノマリ検知を導入していないことはリスクと言えそうです。さらに公版5ではメール SARS にいくつかのセキュリティオプションがあるのに、添付ファイルに対するパターンマッチング型マルウェア検査だけを有効としています。この状況も悪い状況です。迷惑メールのブロック、特定のキーワードを含むメール送信のブロック、これらは無効になっています。この公版2と公版5を使ってリスク特定、リスク分析、リスク評価をしていくのが王道パターンだと思います。では模範解答はどのようなリスクだったのか見ていきましょう。この設問には模範解答が3つ用意されていました。ここでは1つ目の模範解答を例に話していきます。模範解答1は G 百貨店から W 社への連絡を装った電子メールに未知のマルウェアを添付して配送管理会員宛てに送付するというものでした。先ほどお話ししたようにパターンマッチングでは防ぎきれない未知のマルウェアを使っています。さらにメール SARS のセキュリティ機能で迷惑メールのブロックが有効化されていないため攻撃者からのメールが届いてしまっています。ではこの攻撃が Z 情報の機密性に対してどのように影響を与えるのか経緯を考えていきましょう。模範解答はこちらです。配送管理会員が添付ファイルを開き、配送管理用 PC が未知のマルウェアに感染した結果、ID とパスワードを周知するメールが読み取られ、S サービスの ID とパスワードが摂取される。その ID とパスワードが利用されて W 社外から S サービスにログインされて Z 情報が漏洩するというものです。この経緯も対応アカウントの悪い状況をうまく利用して回答ができていますよね。現在は配送管理課長が ID と変更後のパスワードをメールで全員に周知しています。よって配送管理 PC にも ID とパスワードを周知するメールが存在することになります。マルウェアはそのメールから対応アカウントの情報を盗んで S サービスにログインして Z 情報が漏洩するという経緯です。文章だけではイメージしにくい部分があると思いますので、模範解答で指摘されたリスクを流れで確認していきましょう。攻撃者は G 百貨店になりすまして配送管理会員宛てに未知のマルウェアを添付してメールを送信します。そのメールの添付ファイルを配送管理用 PC で開いてしまうと、未知のマルウェアが配送管理用 PC に存在するメールから対応アカウントの情報を盗み出すというものです。対応アカウントの情報が攻撃者の手に渡ると、攻撃者は S サービスの Z 情報にアクセスすることができるので、Z 情報の機密性が損なわれることになります。ではリスクの流れが理解できたところで、空欄うの情報セキュリティの状況について考えていきます。繰り返しになりますが、情報セキュリティの状況は良い状況も悪い状況も関連するものを全て選択します。では情報セキュリティの状況の表をもとに今回のリスクに関連する公版を探していきましょう。まずは公版2のパターンマッチング型のマルウェア対策ソフトだけを導入しているというのは、先ほどお話ししたように悪い状況として関連するので選択対象です。正常な動作と比較して異常を検知することで未知の脅威を検知するアノマリ検知も導入しておくと、今回のリスクを防げることになるかもしれません。公版3の脆弱性診断プログラムの適用状況は良い状況として関連するので選択対象です。マルウェアによる攻撃が成功するかどうかは脆弱性修正プログラムの適用状況が関連します。続いて公版5のメールセキュリティ対策は迷惑メールブロックをすることができていないので悪い状況として関連するので選択対象です。公版6はプロキシに関する状況です。配送管理用 PC に感染したマルウェアはアカウントの情報を盗んだら攻撃者にアカウントの情報を伝える必要があります。その際の通信はプロキシを経由させる必要があり、今回のプロキシサーバーは URL フィルタリング機能がありますが、フィルタリング対象がアダルトとギャンブルしか設定することができていません。よってこれは悪い状況として選択対象だと言えます。配送管理用 PC は配送に関わる通信先だけにフィルタリングした方が良いですよね。続いて公版9は訓練を実施していないという部分が
悪い状況として関連します。標的型メールの訓練を行っておけば、不要な添付ファイルを配送管理員が開く可能性を下げることができます。最後に交番中にはメールで ID と変更後のパスワードを周知しているので、悪い状況として選択対象になります。以上、2、3、5、6、9、12が情報セキュリティの状況として模範解答として選択されています。この情報セキュリティの状況の選択問題は、リスクと情報セキュリティの状況がどこまでの抽象度で切り取って関連しているのかを判断するのがとっても難しい問題だったと思います。続けて空欄絵を考えていきましょう。空欄絵は被害の大きさです。これは比較的判断しやすいですよね。攻撃者はアカウントの情報を盗んで S サービスの Z 情報にアクセスできるので、被害の大きさは大です。よって空欄絵は大になります。次は空欄 O を考えていきます。空欄 O は発生頻度です。発生頻度は高が月に1回以上は発生する、中が年に2回以上発生する、低が発生頻度は年に2回未満である。これは難しい選択です。難しい場合は他のリスクにヒントがないか確認してみましょう。今回のリスクは発生頻度が全て低になっています。もしリスクごとに発生頻度にばらつきがあれば参考にすることができそうなんですが、今回は全て発生頻度が低なので比較が難しいですよね。ただ他の状況と比べて対象のリスクの発生頻度が同程度なのか、それとも発生頻度が高いのかを考えていきましょう。例えば同じ分類の 2-1 と 2-2 を比較していきたいと思います。2-1 はフィッシングメールを使って S サービスの偽サイトに誘導して ID とパスワードを入力させてアカウント情報を盗むというリスクです。フィッシングメールが届いてフィッシングメールをクリックしてしまう可能性と、今回のリスクである G 社になりすまされたメールについている添付ファイルを開封する可能性を比べるとどちらが高いと思いますか？おそらく G 社になりすましたメールの添付ファイルを開封する可能性の方が高いような気がします。さらに 2-2 とも比較していきましょう。2-2 では PC やサーバーの脆弱性を悪用して不正操作をするというリスクです。不正操作された PC は踏み台となり、配送管理用 PC にキーロガーを仕込み ID とパスワードを盗むという経緯も書かれています。ただし今回の事例では交番3で全ての PC とサーバーで脆弱性修正プログラムが適用されているとあります。よって 2-2 の発生頻度は低になっていますよね。今回模範解答として特定している G 社になりすましてメールを送るというリスクは少なくとも 2-1 や 2-2 よりも発生頻度が高いと考えることができそうです。つまり発生頻度は中もしくは高になると思います。では模範解答がどうなっているのかというと、模範解答では発生頻度が高になっていました。発生頻度が高の理由を考えていきましょう。攻撃者が G 社になりすました標的型メールは迷惑メール対策をしていないので、攻撃者はいつでも届けることができてしまいます。配送管理者は訓練を実施していないので、届いたメールの添付ファイルを届いてしまう可能性があります。さらに配送管理用 PC はパターンマッチング型のマルウェア対策しかできていないので、未知のマルウェアからの攻撃を防ぐことができない状態です。配送管理用 PC には運用上必ずメールに ID とパスワードの情報があるので盗むことができてしまいます。感染した配送管理用 PC は攻撃者に ID とパスワードを伝えるために攻撃者と通信をすることになりますが、この通信に対しても対策がされていません。よって発生頻度は年に2回以上発生する中よりも月に1回以上発生する高の方が適切であると考えることができます。発生頻度が高と決まれば総合評価は被害の大きさが大、発生頻度が高なので A と判断することができます。では最後にこのリスクに対して追加すべき管理策を考えていきます。先ほど説明したように今回特定したリスクは悪い状況がいくつも重なっています。いろんなポイントで攻撃を防ぐことができそうなので、追加すべき管理対策はいくつか思いつきそうですが、模範解答はこのような答えになっています。配送管理用 PC に EDR を導入し、不審な動作が起きていないかを監視する。
EDR とは端末の動作や動作を監視し、サイバー攻撃を受けた場合に対処する技術です。これまではウイルス対策ソフトなどを使ってウイルスに感染しないようにするのが主流でしたが、マルウェアは高度化しており、ウイルス対策ソフトだけでは感染を防ぐことはできません。そこで注目されているのが EDR です。EDR は端末をウイルスに感染させないという目的のものではなく、感染した後に被害を小さくするための技術です。例えばサイバー攻撃を受けたことを EDR 導入端末が検知すると、その端末が他の端末と通信して感染を広げたり、攻撃者と通信をすることができないように通信を遮断したりします。今回のリスクも EDR を導入することで低減させることができます。ここまで模範解答をもとに解説してきました。今回の問題は今お話しした模範解答以外にも別の模範解答があったので紹介しておきます。模範解答には、配送管理会員がよく閲覧するウェブサイトの脆弱性を利用して未知のマルウェアを別のウェブサイトからダウンロードさせて、そのマルウェアによって ID とパスワードを盗むというものです。追加すべき管理対策として、プロキシサーバーの URL フィルタリングの設定により、配送管理用 PC からアクセスできる URL を必要なものだけにするというものです。模範解答さんは W 社からアクセスすると未知のマルウェアをダウンロードする仕組みのウェブページを用意した上で、その URL リンクを記載した電子メールを G 百貨店から W 社への連絡を装って送信します。配送管理会員がメール内の URL リンクをクリックすると、配送管理用 PC が未知のマルウェアに感染して PC 内の Z 情報をマルウェアが攻撃者に送信して Z 情報が漏洩するというものです。追加すべき管理対策は、全ての PC とサーバーに振る舞い検知型またはアノマリ検知型のマルウェア対策ソフトを導入するというものです。今後このように受験者の知見をもとに回答させる問題が出るかは分かりませんが、特定の事例をもとにリスクを特定する力は今後も求められると思います。なので皆さんは情報セキュリティ重大脅威を読んで、代表的な脅威に関する情報を収集するようにしてみてください。重大脅威の資料の中には各脅威に対する攻撃手口や事例、対策などが記載されています。支援士の過去問を勉強することも大切ですが、この資料はチェックしておくことを強くお勧めします。では話を戻して最後の問題に取り掛かっていきましょう。空欄 A と空欄 B について考えていきます。まずは空欄 A です。空欄 A はリスク源が W 社従業員で、行為また事象の分類が ID とパスワードの過失による漏洩です。具体的な行為として誤って S サービスの ID とパスワードを W 社外の第三者にメールで送信するというものです。つまり誤送信のリスクですね。このリスクに対して情報セキュリティ状況を考えていきましょう。まず交番5は関わりますよね。メール SARS には特定のキーワードを含むメール送信ブロック機能があるのにもかかわらず使っていない状況です。例えば ID とパスワードなどのキーワードを含むメール送信をブロックすれば誤送信のリスクを低減することができます。次は交番10です。メール送信時の注意事項とあります。これもメール誤送信と関連するので交番10も選択する必要があります。最後に交番12も関係あります。課長が毎月パスワードを変更して会員にメールで知らせるという運用があるので ID とパスワードの誤送信が起こる可能性があります。よって空欄 A に該当するのは5、10、12です。次は空欄 B を見ていきましょう。空欄 B のリスクはリスク源が第三者で、分類が W 社へのサイバー攻撃です。行為としては PC やサーバーの脆弱性を悪用して不正操作するというものです。Z 情報の機密性への影響に至る経緯としては、不正に操作できるようになった PC やサーバーを踏み台にして配送管理用 PC にキーロガーを埋め込み ID やパスワードを盗むという方法です。このリスクに関連するセキュリティ状況を選択していきます。すべての PC とサーバーはパターンマッチング型のマルウェア対策ソフトを導入しており、定義ファイルも更新しているようなので基地の攻撃に対しては問題なさそうです。ただしこれまで説明したようにパターンマッチング型だけだと防げない攻撃が増えているので、
アノマリー型を導入したり EDR を導入することを検討した方が良さそうですね。次は交番3です。これも PC とサーバーに関わる話なので関連します。脆弱性修正プログラムの適用は遅延なく行われているというのは良い状況ですよね。ただしゼロデイ攻撃は修正プログラムが提供されるよりも前に行われる攻撃なので、これだけで安全とは言えないことも覚えておきましょう。次は交番4です。交番4ではファイアウォールでインターネットから W 社への全ての通信を禁止しているとあります。つまり外から内の通信を禁止しているということですね。なので攻撃者が不正に PC やサーバーを操作するときには W 社内から攻撃者のサーバーに通信させる方法が必要です。つまり内から外に通信させる必要があるということです。しかし内から外への通信はファイアウォールでプロキシからの通信に限定しているので、不正に操作される内部 PC が直接攻撃者のサーバーと通信することができないので、交番4も関連していると言えます。よって空欄 B は2、3、4が正解です。ここまでで表を埋める問題が全て終了です。正直に言うと、私は答えを見ながら解説動画を作っているので、後付けしているような部分もたくさんあります。この問題は本当に難しい問題だったと思います。今後同じような問題が出てきた時に答えれるように、先ほど紹介した10大脅威の資料はよく読んでみてくださいね。では最後のパートです。問題はすでに全て回答し終わっているので、どのようにしてこの事例が終わるのかだけ伝えます。担当の T さんはリスクアセスメントの結果を G 百貨店に報告します。報告を受けた G 百貨店はリスクを低減するための管理策の検討を依頼します。そこで T さんは EDR の導入の検討結果などを報告します。繰り返しになりますが、EDR はとても注目されているセキュリティ技術です。EDR に関してもしっかり覚えておくようにしましょう。リスクアセスメントの結果と追加すべき管理策の報告を受けた G 百貨店は W 社にも情報を連携していくつかの管理策を実施し、順調に配送を行っています。めでたしめでたし。ということで本問題は終了となります。皆さんも長い解説聞いてくださりありがとうございました。最後に少しだけお知らせをさせてください。マサルの勉強ペイでは成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを Discord で運営しています。オンラインコミュニティは IT を勉強する人が交流するためのコミュニティです。もちろん支援士の取得を目指して参加している方もたくさんいらっしゃいます。一人で勉強するのが孤独、誰かにわからない部分を質問したい、また勉強目的ではなく自社のエンジニア以外の方と交流してみたいという方はぜひ参加してみてください。これまでにも横のつながりが作れるような様々なイベントを行っています。勉強だけではなく横のつながりを作りたい人にもおすすめのコミュニティです。参考までにこちらは2024年8月のイベントです。今は2024年秋の試験に向けていつもよりもイベントを増やしてみんなで勉強を頑張っています。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択すると参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。